どうもヤポンスキー小林が博でございます。ヤポンスキー、今年開催されるパリオリンピックなでしこジャパンを応援したいと思います。ということでですね、絵を描きました。はい、こういう感じでですね、なでしこジャパンのメンバーたちの似顔絵を、はい、こちら高橋はな選手だとか南萌華選手が、他にも林穂乃香選手、長谷川唯選手、長野風花選手とか宮沢選手、新平尾選手、山下選手、清水選手とか、こういうのいろいろ書いて、見ました。これなんで僕がなでしこジャパンをこうやって応援しようかと言いますと、実は理由があるんです。あれは去年だったかな、僕のインスタグラムのダイレクトメッセージの方にですね、ある方からメッセージが来まして、それが浜野舞香さんという方だったんですよ。いつも試合前にヤポンスキーさんのイラストを見て、言葉に励まされて試合に臨んでいるんですみたいなメッセージで、何の人かなって思ってお話を伺ってみたら、どうやらサッカー選手だという話なんです。で、そうなんだ、サッカーで頑張ってらっしゃるんだ、ありがとうございますっていうことで、僕もメッセージを返して、フォローを返す時に、その浜野舞香選手のページを見たらプロサッカー選手だったんですよね。すげえぞってなって、それでチームを見たらイングランドプレミアリーグのチェルシーに所属しているということでですね、超一流選手だったわけですよ。20歳ぐらいの子だったから、大学かなんかでやってんのかなって思ってたんですが、ちゃんとやってらっしゃる。じゃあ僕も応援させていただきますねっていうことで、やり取りが始まって、今年2024年の6月に一時帰国しますという連絡が来て、じゃあせっかくなんで会いましょうって言って、浅草で、晩ご飯を一緒に食べながらお話をさせていただいたんですけども、その時に実はパリオリンピック行けるかもしれないですと。前回の東京オリンピックの時もメンバーに選ばれそうではあったんですけども、右肩を脱臼したそうで、それで参加できなかったと。20歳の女の子が右肩脱臼すると本当腕上がんないんですよとかね、自分で自分の腕を持ってピッチに下がったんですっつって、屈託のないね、可愛い笑顔で喋る子なんですけどもね、その子が日本代表に選ばれるかもしれないんですっていうお話をしてて、ということだなら僕も結構軽口が過ぎる人間なので、じゃあ代表入ったら応援行きますよみたいなこと言っちゃったんですよ。ということで、ただね、話聞いてたら浜野選手が試合前に見てたりするから他の選手たちが「何見てんの?」って言って僕の絵を見て「いいじゃないこれ」ってなって、他の選手たちも僕のイラストをスマホに保存してくれたりだとかで、ちょっとしたヤポンスキーブームがなでしこジャパンであるっていうふうに言っていただいたんです。どれだけのブームなのか分かんないですけどね。それは嬉しいことですね。嬉しいことでしょ。だとしたら浜野選手を応援するのはもちろんですが、他のこういった選手たちも応援しようじゃないかということで、私ヤポンスキーパリオリンピックオフランスパリまで応援に行こうと思います。いやいや、もう僕もね結構葛藤はあったんですよ。スケジュールは大丈夫なのか、旅費は払えるのかなどいろいろ問題があったんですけどもね、今年の目標なんですけども、やらない理由は探さないと。今までやらない理由そういうことです。そういうことなんです。やる理由は一つなので、現実問題やらない理由ではなく可能かどうかっていうのを検証してみたんです。なでしこの試合はグループステージは3試合あるんです。スペイン戦、そしてブラジル戦、あとナイジェリア戦。そのスペイン戦とナイジェリア戦はパリではやらないんです。それはもうさすがに海外旅行にほぼ行ったことない僕が行くのはちょっとハードルが高い。だとしたらパリで開催される日本ブラジル戦を応援に行くのが現実的かな
じゃあブラジル戦はいつなんだ。7月の28日となると、7月の28日の日曜日の前日にはもう成田空港から飛行機に乗って出なきゃいけないとなると、僕はレギュラー番組があるんです。毎週土曜日朝9時半、エキテレマルシェというね、長野朝日放送の番組があるんですけれども、それに出てからじゃあ飛行機には間に合わない、じゃあ無理じゃないかと思いきや、なんと7月27日は、高校野球長野県大会決勝戦ということで、番組がお休みなんです。ベストタイミング、よしじゃあいけるなとおふくろに相談したら、あんたそれはぜひ行きなさいっていう。さすがお母様。そうなんだよ。いろんな人に実は相談したんです。やめといたらいいんじゃないですか、そこまでする必要ないですよって言われるかなと思いきや、全員が全員行けと、それはもう行きなさいよという話になって、よしじゃあ行きましょう。じゃあスケジュールの問題は OK、 じゃ旅費はどうするんだと。しがない売れてない七流芸人ですよ僕は。そんな貧乏人がねパリにちょっと行ってくるようじゃちょっと難しいじゃないですか。だいたい60万円ぐらいじゃないかと。ちょっと60万難しいなと。なんとか安く行く方法ないですかって聞いたんです。今の円安、原油高、あとロシアの上今飛べないじゃないですか。その3つ、負の3つが揃ってるので60万じゃ無理です、80万かかりますって言われたんです。じゃあもう無理だと。ただ安く行く方法はあるんです。日本の航空会社ではない海外の航空会社を使えと。ただ僕は乗り換えとかは無理なので直行便で一番安いやつを探してくれたんです。それがエールフランスというフランスの航空会社プラスパリでのホテル代も3泊込みで往復の航空チケット合わせて25万円っていうのを探してくれたんです。それならギリいけるかと。ギリいけるけども25万はちょっと難しいかって思ったんです。カレンダー作ってバイクを買わされたそして今月僕カニみそくんのぬいぐるみを作ったので、それを3000個作っちゃったのでお金がないです。もうすってんてんなんです。無理だなと思ってた矢先に僕がお世話になっている社長さんから連絡がかかってきて、横澤さんという方から「いやぼんちゃんごめん、今年の正月にうちの会社来て講演会やってくれたでしょ。あと全社員の似顔絵入りの絵描いてくれたでしょ。俺お金払ってない」っていう連絡が来たんです。いくらでしたっけ。全部合わせて25万なんだよっつって。で25万円振り込まれたんです。ということで、お金の件も解決しましてパリに行けることになりました。イエーイ。はい。一人？最初ねもうほんと一人で行くつもりだったんですよ。無理でしょ。無理だよね。無理だから一人で行こうっていうことになってたんですけども、もう一人の僕の仲のいい友達が「それはダメだよ一人で行っちゃう、行くからには回せ」と「俺も行く」って言ってくれたんです。いやー、たけちゃんありがとう。やらない理由は探さないって言って行く理由を探してなんとか模索している間になんかねどんどんね行くように転がっていったんです。ただ浜野選手もアンダー17とかにはもう大活躍してる選手だったんですけど、ブラジル戦を応援に行くって言っても浜野さん出なかったらちょっとね行く理由が薄まっちゃうな。そんなことないでしょ。チームのみんながそんな絵を見に行ってくれてそうか、でその絵を何こうでビラビラ1枚ずつ出すわけ？いやそういうわけじゃなくて旗にしようかなと。ほう。旗にこういうのを、プリントして、横断幕みたいな感じで、うわーっつって、22人いるんですけども、24681011214人分書いて、あと8人書いてないです。間に合うんですか？今日明日が締め切りなんです。なんとかしないといけない。もう本当に今すぐ帰って絵を描きたいところなんですが、もうでもやっぱり皆さんにこの決意表明をまずした上で
僕も腹を決めて、応援の魂をこもった絵を描きたいなと思ったので、ご協力いただいているわけですよ。ということで、なでしこジャパン、ぶっちゃけ今年は強いです。強いんですけれども、グループステージスペイン、ブラジル、ナイジェリア全部強いです。ということでなんとかね、日本からでもいいですし、パリでスタンドからでもいいです。とにかく彼女たちを応援して、少しでも背中を押して勝利に近づけるように皆さんで応援しましょう。よろしくお願いいたします。頑張れなでしこジャパン。